皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日はプリンターや時計でおなじみのセイコーエプソン6724の現場点検にやってまいりました。 PTS で株価が急騰し話題を集めていますが、一時的な減益の裏に隠された V 字回復の緻密なシナリオが見えてきました。しっかりと内部の構造を点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。会社の健康状態をサクッと確認します。配当利回りは 3.53% で合格。 ROE 稼ぐ力は 2.13% で不合格。事後資本比率倒産のしにくさは 55.6% で合格。現金キャッシュフロー本業の現金収入は1124億円のプラスで合格。配当成功利益からの還元割合は 130.3% で不合格。配当利回りは 3% を超えていて魅力的ですが、配当成功が 100% を超えており利益以上の配当を出している状態で、稼ぐ力である ROE も低く出ていますね。一見すると危険な不合格のサインに見えますが、実はこれ来期に向けた大改革の準備運動なんです。後ほどじっくり解明します。続いて事業内容の点検、稼ぎの柱です。この会社がどうやってご飯を食べているのか、稼ぎの柱を点検します。一番の稼ぎ頭はオフィス・ホームプリンティング事業で、売上高は6925億円、全体の 49.2% を占めています。家庭や職場にあるプリンターですね。ここの強みは新興国で圧倒的なシェアを持つ大容量インクタンクモデルです。これがエプソンの巨大な安定収入源、いわば大黒柱となっています。次いで商業用の大型印刷機や工場で働くロボットを扱うインダストリアル&ロボティクス事業が2978億円で 21.1%、 プロジェクターや時計を作るビジュアル&ライフスタイル事業が2509億円で 17.8%、 そして AI やデータセンター向けの半導体や高機能金属を担うプレシジョンイノベーション事業が1675億円 11.9% となっています。エプソンはプリンターという成熟事業で安定して大量の現金を稼ぎ出し、それを未来の成長分野である産業用印刷や半導体へと投資するという非常に理にかなった黄金サイクルを持った現場です。次は業績の軌跡点検、過去5年の推移です。売上高は2022年3月の1兆1289億円から直近の2026年3月には1兆4133億円へと右肩上がりでしっかりと成長を続けています。一方で本業の儲けを示す営業利益のトレンドを見ると、2023年3月に970億円まで伸びた後、直近の2026年3月は496億円へと大きく落ち込んでいます。売上が伸びているのに利益が減っている状態ですが、これは決して本業が崩れたわけではありません。米国関税によるコスト増や将来の成長のために買収した子会社ファイアリー社の一時的なのれん減損を前倒しで処理したことが原因です。つまり来期から身軽に走り出すための生み出しと筋肉痛の期間だと評価できます。続いて財務の深掘り点検です。総資産1兆5349億円に対して手元のすぐに使える現金・現預金などは2886億円と非常に潤沢です。一方で銀行などからの借金である有利子負債は2315億円に抑えられています。借金よりも手元の現金の方が多い、実質無借金に近い極めて健全な状態です。また会社の倒産のしにくさを示す自己資本比率は 55.6% と安全水準である 50% をしっかりと超えています。ファイアリー社を買収し積極的に投資を行っているにもかかわらず、財務の土台はびくともしていません。皆さんが一番気になる株主への還元姿勢を点検します。配当金は過去5年間62円からスタートして直近は74円までしっかりと増配維持傾向を続けています。ここで初動点検で見つけた配当成功 130.3% という不合格サインの謎を解明しましょう。通常なら利益以上の無理な配当ですが、エプソンは新たに DOE 株主資本配当率 3% を下限とするという方針を打ち出しました。これは毎年の利益のブレに左右されず、会社の巨大な総資産純資産を基準にして
安定的に配当を出しますよという株主への強い約束なんです。現在の純資産から計算される理論配当金は約80円になります。だからこそ一時的な減益でも減配せず、来期は理論値通り80円への増配を堂々と予想しているわけです。ここが本日のメインイベント、直近決算と将来目標です。直近の2026年3月決算は営業利益が前期比 34.0% 減の496億円という着地でした。しかし生み出しが終わった来期2027年3月期の予想では、親会社の所有者に帰属する当期利益はなんと 224.1% 増の590億円と見事な V 字回復を見込んでいます。この V 字回復を支える鍵は新中期経営計画で打ち出された具体的な施策にあります。一つ目は徹底した固定費圧縮と在庫適正化です。IT 基盤の共通化や拠点の統合により、今後3年間で260億円もの固定費を削り落とします。さらに在庫回転率を 0.5 回転改善してキャッシュを生み出します。2つ目は成長領域への2800億円の集中投資です。創出した現金を AI やデータセンター向けの半導体、プレシジョンイノベーション事業や産業用印刷の分野へ一気に注ぎ込みます。そして最大の鍵が買収したファイアリー社とのシナジー効果です。ファイアリー社は印刷データ処理 DFE の世界的トップ企業です。エプソンの精密なプリントヘッド、ハードとファイアリーのソフトウェアを融合させることで、未だアナログが主流の産業用印刷市場を一気にデジタル化する強力なパッケージが完成します。さらにファイアリーのソフトウェアを導入している世界中の印刷業者に対し、エプソンのプリンターを売り込むクロスセルも可能になります。続いてチャート需給点検です。現在の株価位置も確認しておきましょう。株価は直近で 2096.5 円をつけています。信用倍率は 0.80 倍と1倍を割っており、将来株価が下がると見込んでいる空売りの方が多い状態です。これは今回の素晴らしい来期予想と強力な株主還元策によって、空売りをしていた人たちが慌てて買い戻す踏み上げの可能性を秘めており、株価上昇の強いエネルギーになるかもしれません。最後に結論、のんびりの判定です。セイコーエプソンは一時的な減益で数字上の見栄えが悪くなっていたものの、財務の基礎は極めて頑丈です。そして何より DOE3% 下限に基づく理論配当金80円への増配、固定費削減とファイアリーシナジーによる来期の V 字回復予想、さらに300億円の自社株買いという株主を大切にする姿勢が素晴らしい銘柄です。急騰後の高値掴みには注意しつつ、配当利回りがちょうど 4% となる2000円の指値に網を張って長期的な配当狙いのポートフォリオに組み込みたい超有料な現場でした。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。